香港カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。今日は少年刀の解説シリーズその9ということで、少年刀の解説を行いたいと思います。よろしくお願い申し上げます。前回はウーサオでございました。ウーサオで戻してきたやつの流れでいうと落として次出すフォクサオでございますね。伏見の伏せると書きまして、それで手を手と書いてフォクサオと言います。このわけですね。まあおなじみのようにタンサオとフォクサオが対になってます。タンサオがあったらこっちフォクサオになるわけですね。タンフォ今度こういう状態、こういう関係になります。ですから静音小さおでしたらこれタンサオが攻撃的な意味合いがあってフォクサオはそれを守るという形ですね。そういう形でやるんですが、少年刀の中では順番でいうとウーサオの次フォクサオで前に出すということになるんですね。フォクサオにおける間違いっていうのはよくありまして、まずはこう灯籠剣のみたいに手首から先は灯籠剣みたいな引っ掛けるっていう技、形になってるっていうのがそもそもの大間違いですね。こんなんなってやってる人はわざとやってるか間違ってるかどっちかです。実際のところこんな手首ギュッ曲げて力入れてねフォクサオを出す人は基本的にはいらっしゃいませんね。やれやすぐ分かることです。こんなことやってたらできません。簡単なことです。やってみりゃ分かるんですよ。タンサオでフォクサオで出して守ればすぐ分かります。そんなことしてたんではできません。それとよくやる間違いはフォクサを出す時下を向く人がありますね。ウーサをこうのけぞってフォクサをこう前に出してまたウーサになったらもうのけぞってるんです。手によって体の上下に動いていくとか前に伏せたり後ろに下がったりするっていうのはそもそもの大間違い。同じ形の中から技を出さないとダメですね。そうでないと条件が違ってきます。その技を出すと前向かないと技が出ないようではそれは技として成立しませんね。いちいちそうやってもうのけぞらないとウーサは出ない、前向かないとフォクサは出ない、そんなことではいけませんね。同じ位置で同じ技、どんな技でも出ないといけません。もうすぐちょっと考えればすぐ分かることです。それを分からない人が多いんですな。なんとなくフォクサはこう前にこう下向いてこうウーサを胸張ってこんな人多いんですね。基本フォクという字、中国語としての服という字ですね。この意味合いというのは日本の服とはちょっと意味合いがちょっと違います。日本語の服は伏せるという意味になります。もうそのものズバリですが、中国語の人弁に犬とかで伏せるというのは、またがると理解してください。タンサオに対してフォクサオでこうまたがってるわけですね。
炭酸に対してフォークサウでこうまたがってる。炭酸にまたがってるでフォークサウ。まあ縦のフォークサウもありますよ。線打ち差をやればね。これはまたがってるわけではありませんが、こう横にした場合こうまたがってる、そういう形になります。まあとりあえず、フォークサウを出すときに変になんか力みを出したりですね、こう硬いからしこう出したり、そういう傾向があります。ウーサの時ゆるってね、フォークサウの時こう入れてボボボボボなんて効果音が入るような感じで力入れてる人ありますが、少年とっては全体的に損、つまり力を抜いてリラックスした状態でやらなければならない。でもリラックスした状態というのは必ずしも完全脱力している状態を言いませんので、必要なところには力が入り、不必要なところには力が抜ける、この原則を忘れてはいけませんね。ですからその力が入れたらいくらでも入るんだけど、特に前に出す力なんか入れないといけません、確実にね。でもそれ以外の力は抜かないといけません。ですからこう肩が力入ったり、そういうふうなこういう感じで北竿を出している、またこう右竿を出しているっていうのはそもそも間違いですね。いらんとか抜けてますから、そういう意味では損なんですよ。まあ肩の硬い人、柔らかい人、柔軟性がある人ない人、関節のね柔軟性がある人ない人はありますが、それにかかわらず損で、硬い人はこの少年刀をストレッチ代わりとして修行していただきたいという形ですな。で北竿は相手の短さを完全に止められなければいけません。相手の短さのフルパワーを止めるカンフーがなければ意味がない。短さを手加減してやらないと釣り合わないっていうんじゃ意味がないですよね。マックスパワーを出しても止められるというカンフーがなければダメです。それができてこそ出す意味ないからちょっとしか出さない、ちょっとしか出さないからこちらもちょっとそれを止められる程度にしか出さないという釣りやってる状態が生まれるわけ。相手のフルターパワーの短さを止められないっていうんじゃ、それはそもそも技として成り立ってないんですね。相手のフルパワーでも止められる、自分のフルパワーでも止められる。まあどの人間よりも自分が勝っているなら自分の短さを止められるフォクサをにしとかないと全ての人を止められるというわけにはいかないですよね。相手によりけりで受けられるというんじゃ、そもそもその相手と戦うという条件には当てはまりませんよね、技がね。で力の方向がこう下に向く人が多いですね。これフォークサーは下にこう下に向いてしまう、下に押し付けてしまう人が多いんですが、これは当然間違いです。相手の中心に向かってまっすぐ出すだけでございます。位置は当然こう相手の短さに合わせた角度ということになります。当然相手やってることですからね。背の高い人低い人ありますから、背の高い相手の短さを受けられるフォークサーでないといけません。そやから100% 自分がそのマックスパワーが出やすいいい角度っていうのはあるはずです。あると思いますが、
でも相手によります。高い探査がこうなるし、自分より低い相手だったらこうなります。それは溝口が一番強いとしても、溝口に来るかどうかは相手によりますから、ちゃんとそういうふうに受けられる形になって、相手があってそれを受けられるという形を取らないといけませんね。ですから下に降りて、下に降りることはね、よっぽど相手が小さい、背が小さいっていう場合でしたら下に降りる可能性だってありますが、どんな人に対しても下に、それは間違いですよ。相手の来るベクトルによって北斎は角度っていうのは決まってまいります。自分のベストというのはこう溝落ちのこの高さだと思いますから、それを止められる状態にならなきゃいけないので、一元的にこうしなさいっていうのは間違いですね。相手が180センチ以上あるようなやつとやったらこんな感じになりますので、それはもう侵入角も変わってきますからね。そこら辺は考慮しないと。少年党っていうのは自分と同じ性のやつがいると思ってこう技を出してるわけですからね。相手はによって変わってきますから、それによって対処法も変わってまいります。まとめますと、この鍵手攻守っていうんですか、こんなんでこう力入ってる、これ力入ってる間違いです。バラッとね。でその時に限ってこう前伸びるので下向く、これも×。こんなことやってる少年党の動画がありましたら、それはもう間違いです。あともう一つはこう下に向け、力が相手の中心に向かってない、下に向いてしまう、そういうベクトルで、北斎を少年党で北斎を出してるって言ったらそもそも間違いです。少なくとも平行か平行よりちょっと上です。それが一番北斎の中で安定している形になります。もちろん実践の中では相手次第になりますので、その形に持っていけるかどうかは分かりません。相手によります。じゃあ今回はこれにて終了させていただきます。はい、ありがとうございました。